素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市の人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。前半でこの日のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいてます。今回のテーマはマーメイドスイム業界の裏側です。先日マーメイドのお仲間たちとお話をしている時にある噂を聞いたんですね。みんなでって絶句してしまいました。今回は普段表には出ないマーメイド世界の裏側、そして日本のマーメイドスイムが発展するためにどうしたらいいかについて考えてみました。2022年5月7日土曜日、愛知県名古屋市名東区にありますダイビングショップ&スクール恵比寿にて人魚の学校の練習会が開催されました。恵比寿のプールは名古屋でも最大級の室内ダイビングプールで、浅いところは水深 1.2 メートル、深いところは水深5メートルあります。水温は27度となっています。この日は土曜日だったこともあって、たくさんのマーメイドが大集合しました。マーメイドテイルがカラフルですよね。大勢の人魚が集まると練習会も賑やかです。いつも人魚の学校で行っている恒例の全体活動があります。それは人魚の生徒さん全員が揃ってマーメイドスイム動画を撮ることです。2時間の練習会終盤だとみんな疲れてしまって顔もぐったりしてますから、なるべくまだ元気なうち、序盤か始まって1時間ぐらいで撮影タイムです。いつもシェリーナ先生とチェルシー先生が GoPro というアクションカメラで皆さんの練習風景を撮影してくださるのですが、この全員で撮る動画の時には水底に三脚をつけた GoPro を設置します。その時々の思いつきで、今日はこんな動画を撮りましょうと決めて、事前に簡単な打ち合わせをして1、2の3でみんなが一斉に潜ります。参加者が多いとタイミングが合わなくてテイク1でバッチリ撮れるのは稀です。だいたい3回ぐらいやるんですね。NG シーンになると笑いが起こったり、うまく成功すると拍手したりで和気あいあいといつも楽しくやっています。この日のマリダイバーは自作のレインボーマーメイドテイル。前にこちらの動画にまとめましたが、なんと2012年に作った衣装なんですよ。今から10年も前です。今も現役です。そしてマーメイドの水中テクニック、バブルハートやバブルキッス動画を撮るために、シェリーナ先生、チェルシー先生の模範演技を見せていただきました。先生方のアドバイスによって私もかなり上達しましたよ。詳しくはこちらの動画をご覧になってくださいね。そしていつも仲良くさせていただいている人魚さんと一緒にバブルリング練習をしました。このマーメイドさんは人魚の学校でもかなりのバブルリング名人なんですね。この素晴らしいコンビネーションをご覧ください。バブルリングを輪くぐりしていますね。ねえ、上手でしょ？私もいろいろ教えてもらっちゃいました。そして一方、飛び込みが得意な私は、こうやってやってみてはどうですか？なんてお話ししたりしました。このように生徒さん同士も仲が良くて、一緒に練習したりアドバイスし合ったりしています。初めて参加するマーメイドさんも楽しく雰囲気に溶け込めると思いますので、どうぞ気楽に参加してみてくださいね。さて、ここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ、私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマは、マーメイドスイム業界の裏側です。先日人魚仲間のお友達とお話をしていまして、こんなことを聞きました。いつも人魚の学校に来てくださっているある方が他の練習会に行った時に、そこのお二人のマーメイドさんたちが陰でこっそりこうおっしゃっていたそうなんです。私たちベテランは別格だから、あの人たちとは違うから、みたいな感じでツーンとされていたそうです。もちろん個人が特定されないようにフェイクを入れてお話していますよ。その友人の人魚さんは、なんだか冷たさを感じてしまったとおっしゃってたんですね。この体験を聞いて、私すごく悲しくなってしまいました。せっかく遠くから練習会に足を運んだのに、そのマーメイドさんたちがツンツン済ました態度で距離を置かれてしまうなんて、すごくいたたまれないというか、胸が痛みました。もちろんお二人のマーメイドさんは上級者で、マーメイドスイムもとってもお上手です。ベテランというのも納得の方々だったそうです。
思うに自分の技術に自信があってプライドや自尊心が高くてマーメイドとしての誇りがあるんでしょう。そういったお気持ちが初心者と一緒にしないでみたいないたけだかな発言になってしまったのかなと思います。誰にも聞かれていないだろうと思わず口をついて出てしまったのかもしれません。某巨大掲示板にしても SNS にしてもにわかっていうネット用語でその業界に入ったばかりの人を揶揄するような書き込みがありますよね。いわゆるマウントを取るということです。これは昔からやっている自分たちがいかに素晴らしいか優れているかを示すために他人を貶めることで自尊心を高く保とうとする歪んだ行為だと思っています。もちろんね、自負を持つことは良いことです。それだけ経験を重ねて頑張ってきたことですからね。自分の内側で自尊心を高く持つのは心の健康のためにも大切なことです。でも他者を見下して自分たちの方が偉い、あの人たちと一緒にしないでっていうのはちょっと違うかなと思うんです。上級者だからこそより一層初めて足を運んでくださった方に対して優しく接してほしいなと思っています。というのもね、これまでの経験から言って古参の方々が新参の方々に厳しくものを言ったり、ビギナーや初心者に対して見下すような態度をとったり、悪口を言ったりするような文化は確実に将来衰退するからです。これはどのジャンルにおいても多かれ少なかれ聞くお話じゃないですか？メディアで取り上げられたりして急激に新しい人がどっと押し寄せて大流行になったのはいいけれど、昔からやっている人たちがにわかと馬鹿にして厳しいことを言い続けた結果、ブームがあっという間に去ってしまう。おそらく、あれかみたいにあなたも思い当たるケースがいくつかあると思います。せっかくたくさんの人に広まったのに、あまりに初心者へのハードルを上げてしまってビギナーがついていけなくなって廃れてしまうんですよね。結果、古参の方々にも不利益になってしまうという全員不幸になる残念な事例です。ところで、マーメイドスイム人口はどれくらいあると思いますか？世界的に見ればおよそ20年ほど前から主にアメリカからブームが始まりました。今や欧米各国にはたくさんのマーメイドがいます。例えば世界一有名な人魚のマーメイドメリッサさんは YouTube に116万人ものフォロワーがいます。彼女は日本のテレビ番組にも出演したことがあるんですよ。水中マーメイドモデルとして有名なハンナ・フレイザーさんもインスタに10万人以上フォロワーがいますし、英語圏の YouTube にマーメイド系 YouTuber は何百人もいらっしゃいます。中国でもここ数年はマーメイドスイムブームで爆発的に人魚人口を増やしています。マーメイド大集合のギネス記録を出したり、来年には世界的コンペティションも開かれます。でも一方で日本はどうでしょう。YouTube で検索してもマーメイドスイム専門チャンネルは私の番組を合わせても10個かそこらです。今も更新を継続しているチャンネルはほんの数個です。SSI という世界的なダイビング団体が発行しているマーメイドライセンスの取得者は1000人ぐらいしかいません。資格を取っても辞めてしまった人もいるでしょうし、現在定期的にマーメイドスイムを行っている人魚はおそらくよくて500人、熱心に練習をしている人魚は多くても全国で100人いたらいい方かなと思います。そのくらい日本は世界のマーメイドスイムの流行から何年も遅れているんです。言い方は悪いですが、はっきり言って日本はマーメイド後進国です。そんな状態が長く続いていましたが、ここ数年でようやくメディアに取り上げられたりして、興味を持ってくださる方がポツポツ増えてきました。これは良い流れが来たなと期待しています。これも昔からマーメイドスイムの発展に力を入れてきてくださったたくさんの人魚の皆様のおかげだと思うんです。そんな日本のマーメイドスイム界にせっかく入ってきてくださったのに冷たく当たってしまってはいけないと思います。私なんぞはマーメイドスイムという言葉を知ってくださっただけでありがたいです。ましてやわざわざ練習会まで足を運んできてくださるんですよ。よくぞ来てくださったと感謝こそすれ、見下すなんてとんでもないことです。そりゃ確かに始めたばかりの方はうまく潜れなかったり失敗ばかりです。でも誰だって最初はそうじゃないですか？
最初から5メートル、10メートルガンガン潜れましたでしょうか？みんな初めは下手です。うまく泳げません。それが当たり前です。うまくできなくてもそれでも続けてくださるビギナーの方を温かく迎え入れることこそ上級者の務めではないでしょうか。狭い小さなコミュニティだからこそ、私たち一人一人が協力し合ってみんなでマーメイドスイムを豊かな文化に発展させなくてはいけないんです。マーメイドスイムが自分に何をしてくれるのか、搾取をする側ではなく、自分がマーメイドスイム界に対して何ができるのかを考えましょう。自分だけが楽しければいい、自分さえ上手くなればいいというのはあまりに心が狭すぎます。ファンタジックな存在のマーメイドこそ利他の精神を持ってほしいなと思います。自分が得意なことをやればいいんです。環境のために海のゴミ拾いをしている人魚、マーメイドのためのアクセサリーを作っている人魚、人魚の養成に努めているインストラクターの人魚、マーメイドの情報を SNS で発信している人魚、マーメイドショーに出演して一般に広めている人魚、イベントを企画して成功させている人魚、マーメイド一人一人が頑張って活動していらっしゃいます。自分には何も得意なことがない、そんな風に思った方は他のマーメイドの方々に優しく接してください。練習会などで楽しい雰囲気づくりをするのも立派なマーメイド活動だと思いますよ。かくいう私は動画でマーメイドスイムを広めたいと思っています。せっかく素晴らしい文化、スポーツなんだから、みんなで一緒に盛り上げていこうじゃないかと、私は個人的にそう思います。それからね、私もこんな YouTube 動画を作ってアドバイスとかおこがましくもお話ししておりますが、始めたばかりの10年前はもうそりゃもう下手くそでね、頭を抱えたくなるようなスイムをしていました。そんな昔の黒歴史動画もアップしています。本当は消したいんですけどね。でも見た人がこんな程度でも大丈夫なんだ、私にもマーメイドスイムできそうって思ってくださったらそれでいいです。人魚の学校ではいつも和気あいあいと楽しい雰囲気で練習をしています。シェリーナ先生もチェルシー先生もとっても優しい方です。どうぞお気軽にマーメイドスイムにチャレンジしてみてくださいね。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。